こういうものがあるはずだって信じて、命を懸けた頭の悪い奴らっていうのが、その新しい社会を見つけたりするんですよ。なので、その人間の能力の高さっていうのと、AI が今のところすごいって言われてる能力っていうのは、僕はどんどんズレが発生していくと思っていて、チャット GPT の登場であと5年もすれば AI 彼女の存在は容易に想像がつくのですが、そんな未来の世の中で、例えば少子化に拍車とか、未来の世界は一体全体どんな世界になってしまうんでしょうか。もう人類は女実体と関わることもなくなってしまうのでしょうか。モテる人はモテ続けますよ。今でもそうなんですけど、モテる人はずっとモテ続けて、出会い系サイトとかでも食いまくりで、モテない人は、生涯童貞で死んでいくっていうのは、AI がない今でもその状態です。なので安心してください。もうすでになってます。結局あの、多くの男性は綺麗な人、若い人といたしたいと思ってます。で、多くの女性は、そのイケメンで高身長で高収入の人といたしたいと思っています。なので、そこからずれる人は難しいというのは現時点でもそうです。で、AI が普及することによって、その今まで儲かってる仕事が儲からなくなりますとかっていうので、で、先進国の人の方が多分仕事がきつくなります。結局先進国の人がなぜ儲かってるかっていうと、割とその教育レベルが高いとかだったり、そのなんか頭が良いというところで、それなりに儲けてると思うんですけど、これの儲かってる職業は全部 AI に変えた方が安上がりだよねっていうので、儲かってる知的労働ほど AI で仕事が減っていき、で逆に肉体労働とかの方が仕事する人が少ないので、そっちの方が給料が高くなるっていう状況になる可能性があって、なので、配管工とかトラックの運転手とかの方が安定した収入があって、で、そこのなんか、もともと弁護士でしたとか会計士でしたっていう人が全然仕事がないっていう状況になる可能性があるんですよね。なので、農業とかやってる人の方がむしろ安定するみたいな時代があるんじゃないかなと思うんですけど、あとその YouTuber だったりとか、その宝石作ってますだったりとか、その金持ち向けの仕事をしている人は結構儲かると思います。日本の中だと。コロナ禍とかでも、LVMH っていうブランド品の会社がめちゃめちゃ利益上げてたんですけど、そのどんな状況でも金を儲ける人っていうのはいて、で、金を儲けてる人は自分に価値があるんですよというのを他人に見せる手段っていうのが、ブランド品を買う以外に今のところあんまりないんですよ。要は、ものすごいでかい宝石をつけるとか、そのすごく高いそのブランド品のものをつけるとかっていうことをやることで、その赤の他人に私が価値がある人間ですよっていうのをアピールするっていうのをやるんですけど、今のところね、それ以外でのね、アピールの仕方って人類多分発明してないんですよね。なので、結局金儲けて、その見栄を張りたいっていう人は、高いブランド品を買うんですよ。なので、1000万円の時計をみんなが持ってるんだったら、5000万円の時計を買いたくなるんですよ。で、みんなが5000万円のフェラーリ乗るんだったら、じゃあ1億円のなんか聞いたこともないような車に乗りたいとか。で、じゃあみんなが車買うんだったら、俺はロケットに乗るぜ、40億円みたいなので、高いから買うんですよ。っていう、その高いから買うという業界はずっと続いていくんですよね。なので、その、どの業種が儲かるかわからん。AI のおかげで。それは正しい。ただ、金持ちが買いたがるブランドだったり、で、タレントさんって、要はその、タレントと結婚したいとか、タレントを俺の誕生日に呼びたいとかがあるんですよ。なので、その、金持ちが俺の誕生日パーティーやるけど、木村拓哉来るんだよって言ったら、お、すごいってなるじゃないですか。で、木村拓哉さん、ギャラ10億円とかでも払えちゃうんですよ。っていうのがあって、そのタレントだったり、ブランドだったりっていうのは、ずっと高付加価値で居続けられるので、なので、ボロ儲けしたいんだったら、そのエンタメとかブランドとか、なくても困らない仕事をやった方がいいと思います。失敗すると本当にただの無職になりますけど。テクニカル分析のトレーダー2年目、22歳男です。最近、チャット GPT など AI のことをよく耳にしますが、金融相場に影響が出てくると思いますか？はい。チャット GPT 周りで売り上げがめちゃくちゃ上がる会社があるかというと、結構微妙なラインではあるんですけど、ただチャット GPT で、ソフトバンクとかが日本版 GPT やるよとか言ったりすると株価上がるみたいなのがあったりして、なのでその GPT というバズワードによって株価が上がったり下がったりっていうのはもう今でも起こってるので、多分ここ5年ぐらいはそれはずっと続くんじゃないかなと思います。
なので、まあ、株をやる上では GPT 周りは抑えといた方が、まあ、これやってますっていう会社が上がる可能性があるよねっていうところは、なので今で言うと、マイクロソフトが一応オープン AI に出資していて、なので、そのチャット GPT っていう、ソフトはオープン AI という会社がやってるんですけど、で、そこにマイクロソフトが投資をしていて、で、マイクロソフトの検索エンジンの Bing にそれが導入されたりとかっていうのがあったりするので、なので、マイクロソフトの株価上がるよね、みたいな動きもあったりするので、これはなので一応押さえておいた方がいいのではないかなと思います。はい。今まで一生懸命勉強してきましたが、AI がいつの間にか怖くなり、AI 恐怖症みたいなやつにかかって勉強に集中できなくなっちゃいました。毎日使ってるのに、いつか AI が全ての仕事を担うようになり、人間の能力が不要になれば、世界について想像してみたことはひろきさんありますか？僕が知る限り、AI の頭を良くする競争の投資は終わったっぽいっす。オープン AI っていうチャット GPT を作ってるところが、今チャット GPT の4を出したんですけど、で、4まで行くのに、一説によるとサーバー代だけで100億円ぐらいかかるらしいんですよ。で、この100億円出してめちゃめちゃ賢くなったんですけど、で、そこまで賢くしたとしても、実態としてはあんまり利用価値上がらないよねということになっちゃったっぽいんですよ。チャット GPT-3 とか、今みんなが無料で使ってるようなやつとか、まあちょっとしたこと間違えたりとか、しょぼい失敗とかあるんですけど、で、まあそれは持ってるデータ量が少ないとかっていうのもあって、なのでそれデータ量をめちゃめちゃ多くすると、間違いもそれなりに確率としては低くなるよねっていうのがあるんですけど、ただ、その人間より賢くしたとしても、結局その AI をいくらうまく調教したとしても、新しい知見を作るという方向にはいかないんですよね。要はそのチャット GPT が何やってるかっていうと、ネット上にあるテキストをめちゃくちゃいっぱい拾って、それっぽいことを出すっていうの能力が高いんですよ。なので、ネット上にない知識を出してきたりとか、今まで誰も証明していない事実を発見して証明したりっていうのはできないんですよね。なので、結局過去に誰かがやった結果というのを出してくるという能力においてはめちゃくちゃ早いんですよ。なので、こういう論文あるかなみたいなのを聞いて、こういう論文、なんかイタリア人で書いてる人がいますよとか出してくるとか、チェコでこういう研究してる人がいますよみたいな出してくるのは得意なんですよ。なので、すでに起きた出来事のいろんなことの中から、いろんなことを幅広く知ってるっていう、そのクイズ王みたいなところでいくと、多分もうクイズ王は、チャット GPT には絶対勝てないんですよ。でもじゃあ、ノーベル賞を取るような、新しい発見をしました。例えば、iPS 細胞を見つけました。山中教授がやってるような。あれは、チャット GPT をいくら頑張ってもできないんですよ。こういうものが iPS 細胞というのが作れるはずだっていう仮説のもとにいろんな実験をして iPS 細胞をちゃんと作れましたよっていうのができるっていうのはあくまでその人間が存在しない知識がきっとあるはずであるっていう仮説を立ててでそこにバンバン投資していろんな実験をしてっていうのが必要なんですよ。だからアメリカ国籍で元日本人のシーモン・ヒラさんだっけノーベル賞を取った先生もクラゲめっちゃ好きでオワンクラゲの出してくる成分を体の中に入れることによって染色することができるんじゃねえのって思い込んででクラゲを1万匹とか集めてでそれでその病気の箇所とかを色をつけることによってその病気の箇所がどこなのかとかそこにじゃあそのワクチンとかなんか薬とかがちゃんと伝わってるのかっていうのを調べることができるっていうのもそれはクラゲのその発光性能というのを使えばできるんじゃねって言ってひたすらクラゲを集めるっていう頭の悪い行為が必要なんですよ。クラゲ1万匹集めるって頭おかしいじゃないですか。だからね、いやいや、そんなんやるよりもっと儲かることあるっしょとかって考えたら、クラゲ1万匹集めるとかやんないんですよ。なんか奥さんも含めて家族で一生懸命、クラゲ集めてたらしいんだけど。っていうのがあって、割とね、非効率な、でもきっとこういうものはあるはずだっていう、冒険をするような能力っていうのが、新しい知識を作るんだと思うんですよね。だから例えば新大陸というのがあるんだって言ってアメリカを探しに行って死んだ人っていっぱいいるんですよ。バンバン死んだんですよ。ヨーロッパから新大陸を探しに行って。でもあるんだって信じて行って新大陸を発見した人がいるじゃないですか。コロンブスさんとかバスコ・ダガマさんとか。バスコ・ダガマも違うか。アメリゴ・ベスプッチか。っていう人だったりっていうので要はこういうものがあるはずだって信じて命を懸けた頭の悪いやつらっていうのが新しい社会を見つけたりするんですよ。でも頭の悪さっていうのは逆にチャット GPT みたいな AI にはないんですよね。要は
なんかじゃあ例えば金儲けたいんだったら株買って売った方が儲かるよねみたいな。別に命かけて海渡る必要ないよねみたいなのもあったりするので、なのでその人間の能力の高さっていうのと、その AI が今のところすごいって言われてる能力っていうのは、僕はどんどんズレが発生していくと思っていて、その記憶力が高くてクイズがよくできる人を頭がいいというふうに、割と今の日本人も結構言ってると思うんですよ。だから東大王みたいな番組で、そのクイズが得意な人をすごい頭いいって言っちゃってると思うんですけど、であそこら辺はもう完全に AI にリプレイスされちゃうと思うんですよね。で、ただ、まあ、その要は、エンターテインメントとしては面白いと思うんですよ。でもその100メートル走を、そのなんかウサイン・ボルトが走るのはすごいよね、速いよねなんだけど、でもじゃあ他の人がその早く移動しようと思ったら、バイクに乗るとか車に乗るとかやるじゃないですか。だから実用性でいくと、100メートルが速いとかってマジ無意味なんですよ。その100メートルを10秒切れて走れるんすって言って、それ、一般的な生活の中でどこら辺で役に立つんですか、その能力って聞くと、ほぼ役に立たないんですよ。でまあ、例えばじゃあ、なんか誰かに襲われた時に早く逃げられるとかあるんですけど、別に100メートル11秒でも十分速いんですよ。だから日常で生活するのであれば、日本のなんか国体1位とかの100メートル10秒台とか11秒台で何の問題もないんですよ。100メートル9秒台で走ることってほぼ無意味なんですよ。でもそこの0.1秒を競うのはロマンでありエンターテインメントなんですよね。なのでそのロマンだったりエンターテインメントっていうのはその人間の領域なので、なのでそのなんか機械と戦うっていう考え方自体が違うんじゃないかなと僕は思ってます。AI 社会になると、そうなると働けない人が増え、需要供給のお金はちゃんと回るのでしょうか。回ります。江戸時代に、日本の人口の6割か7割が農民だったんですよ。で、今農業に関わってる人っていうのが多分10%ぐらいだと思うので、なので50%以上の人は農業以外のことをやってるんですよ。でもじゃあいろんな供給っていうのが生まれるわけじゃないですか。例えばYouTuber みたいな仕事って昔なかったんですよ。で、ぶっちゃけなくても誰も困んないんですよ。で、ゲームもなくても誰も死にはしないんですよ。で、テレビもなくなっても誰も死にはしないんですよ。で、じゃあ、本屋さんがなくなったとしても、めちゃめちゃ残念っていう人がいるんですけど、じゃあ本屋さんがなくなると死ぬ人ってあんまいないんですよ。まあ、お医者さんが減るとかで、長期的には死ぬ人減るかもしれないですけど、まあ、単純にじゃあ1年間で誰か死ぬかって死なないわけで、なので、本来、本当に命に関わるような仕事なのかっていうと、大体の仕事って、なくても困んないし、その人がいなくなっても困んないんですよ。例えばじゃあ本屋さんは社会にとってあるべきだって言って本屋さんが潰れたとしても別にツタヤで本売ればよくねとかっていうので、要はその人が頑張らなくても社会は回るんですよね。なのでただ要はその人がやんなかったとしてもなんとかなるような仕事っていうのを大体いろんな人がやっていて、で社会っていうのは回ってるので、なので別にAI で仕事が減ったとしても減った仕事の分他のことをみんなやるんじゃないかなと思います。